こんにちは、赤線インコチャンネル、ゆめです。早速ですが、今回のお話は、この子が病気になったお話をさせていただきます。名前は、ボッペといい、2歳になる男の子です。ちなみに、ボッペという名前の由来は、ほっぺに黒い点が2つついているところから命名しました。性格は、とてもおとなしい子で、飛び回って遊ぶことはあまりしません。と言っても、怖がりではなく、私が近づいても逃げることはありません。この後、体調が悪くなり、症状が出たのですが、私にとって辛い映像ですが、赤線インコの飼い主様の参考になればと思い、映像を流すことにしました。ご理解いただければ幸いです。それでは、経緯をお話しさせていただきます。まず、17時頃、突然、壁にぶつかる、思ったところに止まれないといった飛行困難を起こし、床に落ちても同じところをぐるぐる回る歩行困難を起こしました。すぐにゲージに隔離しました。体が痙攣しているように大きく揺れ、止まり木に止まることができませんでした。食欲はあるみたいですが、体が大きく揺れたため、餌を食べることができない状態です。それと、かすれた声で翌朝まで泣き続けたのです。かすれた声とはカラスとかガチョウに近い声だと思ってください。この時が一番ひどい症状でした。この状況の時の映像がないのですが、苦しがっている子供にカメラを向けることができませんでした。ご理解ください。2日目の映像です。泣き続けることはなくなりましたが、声はかすれたままです。体の揺れが小さくなり、止まり木に止まることができましたが、左足に力が入らず、柵に体を預けています。すぐに病院に連絡しましたが、見てもらえるのが3日後。それまで何かしないといけないと思い、抗心筋薬、ファンディゾンシロップを自主飲水させ、ビタミン剤、ネクトン S を投与。そして UV ライトの照射時間を5時間ぐらいしました。ここで私が行った処置ですが、何の根拠もありません。ただ、健康なインコに同じ処置しても害はないことが分かっていたので行いました。マルコと彼氏も心配してきてくれました。一番仲良しのヒーヤンや他の子たちも来てくれました。症状が出て3日目の映像です。症状自体は変わらないのですが、餌を食べる量が増えました。クリも心配で仕方がないみたいです。症状が出て4日目の映像です。足に力が入るようになり、柵に体を預けなくなりました。けど、まだ声のかすれや体の痙攣のような揺れは残ったままです。明日は朝一に病院へ行きます。症状が出て5日目の映像です。声のかすれは残っていますが、元気になりました。とりあえず病院に行き、医師にこれまでの経緯と症状が出ている映像を見ていただきました。便検査等していただき、検査結果は異常なし。医師としては異常がない子に病気を推定するのはできないのですが、考えられる症状の病気を無理を言って聞きました。まず、声のかすれと体の揺れは一つの病気で、足に力が入らないのは別の病気の可能性があると言われました。声のかすれは気管支炎の疑いがあり、呼吸のたびに体が痙攣のように揺れていたのだと思われます。と言われました。後から考えると、夜中に泣いていたのは泣き声ではなく呼吸音だったのかと思いました。原因としては風邪の可能性があるが、鼻水やくしゃみの症状がないので風邪ではない。メガバクテリアが発症して気管支炎を起こした可能性が高い。と言われました。足に力が入らないについては、腎臓疾患の時に同じ症状が出るが、3日ぐらいで治ることがないので腎臓疾患ではない。あと、考えられるのがビタミン B 欠乏症。メガバクテリアが発症してビタミンの体内への吸収が悪くなり、ビタミン B 欠乏症になった
つまりボッペの病気はメガバクテリアが発症して気管支炎を起こし、そして一時的に呼吸困難になった。それが原因で声のかすれや体の揺れの症状が出た。それと消化器官にメガバクテリアが付着し、栄養の吸収が悪くなり、また食欲不振によることでビタミン B が結合し、足に力が入らなくなったということが医師の推測です。何度も言いますが、ボッペの検査診断結果は異常なしです。私が経緯や症状の映像を見せて医師が答えてくれただけです。なので似たような症状でも違う病気の可能性があります。症状が出たらすぐに病院へ行くようにしてください。あと、医師から自分の判断で別のインコの処方薬を与えてはいけないと怒られました。その通りです。人間でも違う人の処方薬を飲んではいけません。反省して今後気をつけるようにします。ボッペは今とても元気でご飯をいっぱい食べています。ボッペが病気になった動画を制作するつもりはなかったのですが、同じような症状のインコの映像を探した時、見つからなかったのです。私みたいに初めて経験する病気で不安に思っている方がたくさんいらっしゃると思い、症状が出ている映像の動画を作成しました。赤線インコの飼い主様の参考になれば幸いです。これでボッペのお話は終わりです。ラジオ夢では情報系の内容にしています。たまにしか配信していませんが、次の動画もお楽しみにしてください。いつもの物語動画も毎週土曜日に配信しています。こちらもぜひご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。夢でした。